またがってこれ四輪好きの皆さんにもご紹介していきたい。これ実はですね、スマートフォンがはい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹ですって言いながらですね、この格好で登場してすみません。実はですね、今日私はポルトガルに来ていまして BMW の国際試乗会に参加しています。この BMW ってモタード二輪部門をね持っているブランドですけれども、私たちのような四輪ジャーナリストにとって二輪の試乗をさせていただけるって機会は本当にないです。私のキャリアの中で初めてなんですけれども、今回ですね、とある電動モデルに乗らせていただくということもありましてですね、この電動モビリティを用意してくださいました。その名も CE02 です。もうめちゃくちゃ可愛いサイズ感なんですけれども、結構乗るとですね本格的な感じがいたしました。かなりですね面白いユニークなプロダクトっていう風に思いましたので、新しいところっていうのを四輪好きの皆さんにもご紹介していきたいという風に思います。で、後半ですね試乗しておりますけれども、かなり興奮して喋っているのでインプレッションと思わずに体験としてご覧いただけたらという風に思います。さあ、それではですね、今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、というわけでですね、フロントからデザイン紹介していきたいんですけれども、今回ですね2つのグレードがあって、ベーシックなものはグレーとそれから黒の2色展開になっていてですね、もっとシックな感じなんですけれども、これハイラインといって上級グレードが用意していただきました。で、何が違うかというとですね、いろんなパーツがですねゴージャスになっているっていう感じなんですけれども、このフロントのフォークがですねゴールドになっていたりとか、あとですねこのカラーが2色になっていて、非常にアイコニックであるというような感じとか、こういうですね透明のガードがついていたりとかして、見た目に非常にですね押し出し感のあるルックスになっています。で、この出力もですね2パターンありまして、ヨーロッパだけのモデルはですね二輪免許も必要がない、免許が必要なくて乗れるっていうですね非常に小さい出力のものも用意されているぐらいボディは小さいです。そのサイズ的にはですね 125cc 相当ぐらいかなっていう感じですね。もう横に立ってこんな感じなので、おじさんたちが乗るとですねもうベタ足ついちゃうみたいな感じのサイズ感なので、女性でも非常に扱いやすいかなというふうに思います。で、今回私が乗らせていただいたのはモーターサイクルのライセンスが必要な高出力バージョン、結構スピード出ますけれども、市場の感じを見ていただけたらいいかなと思うんですけれども、 BMW のモタードは非常にバランスがいいのでグラグラしないんですよね。なのでそのバランスの良さっていうのもすごく感じます。はい、それではサイドビューいきたいと思います。この横から見るとやはりこのハイラインのですねこのグリーンが非常にアイコニックでとっても可愛いんですけれども、このステップなんですけれども、実はですねまたがってこれタンデム用のステップではなくて、ライディングの位置をですね前にしてツアラーっぽい乗り方もできますし、また後ろの方にしてこういう風に乗ることもできるっていうですね2通りの乗り方が用意されているっていうのがすごく面白いポイントです。そしてあれがないんですよ。クラッチもないし、こっちにですね実はねブレーキのペダルもありません。だから操作は全部このハンドルで完結するというのも非常に面白いところです。そしてこのシートもですねスケートボードをイメージしたんだそうです。ですからこれまでのその BMW のモタードを選んできたようなもう大型のですねモデルではなくて、もっと気軽に使えるような感じのバイクにしたかったっていうのがこういうところに現れています。はい、そしてですねこのグラブがあるんですけれども、このグラブというかタンデム用のですね握るところがあるんですけど、これ結構下なので、これをちょっと指摘したらですね、いやちょっと前の人にこうやって抱きついてみたいなことを話されていたので、そこもちょっとね可愛いポイントではあるんですけれども、一応ですねこのタンデム用のですねこのハンドルもついております。そしてタイヤが割と後ろにね引き伸ばされているので、この辺に重量物があるんですけれども接地感をすごく感じるっていうパッケージでもありました。ここもやっぱりBMW のねそのモタードとしてのノウハウがしっかりとスモールバイクにも生きているなっていう感じがします。最近輸入バイク勢もですねどんどんなんか小さいバイクを出していて、よく知っている元二輪士の編集長とかに聞くとですね、ヨーロッパでもどんどんバイカーの高齢化が進んでいて、ダウンサイザーっていうのが増えているのと、あとやっぱりアジア市場っていうのをすごく見てるっていうんですよね。だからこの C02 もですねアジアのマーケットに向けてのこのスモールバイクを出してきたっていうところもすごくあるそうです。こちらのですねそのホイールもですねすごく可愛くて、デザインの中で前後にねちゃんと引き伸ばされて小さなバイクなんですけれども、高級感とハンドリング性能っていうのをねすごいいいんだろうなっていうことを思わせるっていうポイントがありますね。さあ、そしてですねユニークなのがこのキーです。どこにキー穴もないですよね。
でキーレスになっていて、キーレスというか、キーはあるんですけれども、近づくだけでですねスタンバイ状態になるっていう感じなんですね。だから私はこれをポッケに入れたまんま、例えばそのパーキングから帰ってきて、キーどこどこっていうことを考えなくていい、ずっとカバンの中もしくはポッケの中に入れておけばですね、キーはこうアクティブになるという感じなんですけれども、このインターフェースも非常にユニークです。まずですね、スタートスイッチはこの辺にあるんですけれども、このボタンが縦に並んでいてですね、キルスイッチとそれからスタートスイッチなんですけれども、押すとこう走れる状況になるという感じですね。そしてモードボタンがあってですね、これを押すと、フロー、サーフ、フラッシュというですね3つのモードがここに表示されます。でそれぞれですね出力とかも変わるしトルク特性も変わるので、どれがどうかっていうわけではないんですけれども、3つのモードで楽しめるよということをお話しされてました。そしてこれ実はですねスマートフォンがついててこうホルダーになってるんですよね。今なんかちょっと動いちゃったけれども、だから個人のスマートフォンをここに入れることができます。私ちょっとやめてないんですけど、もしかしたら自撮りとかもできるんじゃないかっていうふうに思ったんですけれども、これの面白いところですね、インターフェースとして自分のスマートフォンを使えるところなんですね。リターンボタンを長押しするとですね、この画面の中の表示がこう入れ替わります。ブルーとブラックと。でこれが後ろになるとこっちにですね、このようにわかります？ほら違うインターフェースにハンドルを渡したよという印でこれ後ろ側についてるんですけれども、こうするとこの中でいろいろとアクセスして切り替わるんですよね。だからモアインフォメーションがあなたの電話でできますよっていうことができていて、非常にここがユニークです。そしてこれをまた長押しすると、この手前の方がブルーになったらですね、ここにインターフェースの主導権が移ります。でこれによって例えばここで、残バッテリー量であるとか、時間であるとか、それからセットアップが OK ですよとかいうのが動く。でまたあとですね、ここですね、さっきのフローボタンとかモードボタンとかもここで動いていくっていうことができていくわけです。このホルダーももうノーマルでついてきますよというね、標準装備でついてきますよという感じです。あとは、バックのですねギアも入ってますので、これを押せばですねこうリアの方に動くという感じです。でそれからホーンがあったりとか、方向指示器があったりとか、この辺は普通のバイクと同じなんですけれども、さっきもお話ししました通りですね、フットのブレーキがないので、ブレーキはこのレバーです。でここがアクセルという感じでですね、非常にシンプルな作りにはなっているんですけれども、インターフェースだけすごくね先進的になりました。こういうことをしてですね、新しい世代のですね顧客、もしくはリターンライダーとかに訴えていきたいという気持ちもすごくあって、これねちょっといろいろとここにねこんな風にいろいろ使えるんだ。で面白いですよね。これいろんな遊び方ができそうで、なるほど、本当にいろんなインフォメーションが選べるんですね。これに自撮りモードとかあったらいいのにね。ないのかな。後半に見えて意外とねいろんなことができるっていうね、このモタード、C02 でございました。というわけでですね、今も超美麗シチュエーションで走り出しております。すごい、めっちゃ気持ちいいBMW のねスタッフがすごい献身的に撮影をしてくれてるんですけれども、見えるでしょうが、このねポルトガルでこんな風に乗らせていただいてっていう、久しぶりにバイク乗ったにもかかわらずですね、このベラベラ喋りながら外国で普通に乗れちゃうぐらいですね、この CE02 スーパーイージーです。例えばですね、アクセルをパッと開けた時にですねノーズが上がったりとか、それから、そのノーズが下がりすぎてですね、ブレーキね踏む時に沈み込んでですね、なんていうんですかね、バランスを崩して怖いなって思うようなですねフィールがないんですよね。私はですねそのバイクのキャリア大型免許を取ったと同時にですね仕事になっちゃったので、バイクの運転がね、なので、もう本当にいろんな危険な状況で、危険な状況というのはあれですよ、撮影が危険なんじゃなくて、初心者にとってはハードな状況で撮影をしてきたんですよ。でそれによってですね、残念ながらちょっとバイクが怖くなって離れてしまったっていうなんか逆説的なことがね実は起こってしまったんですよね。そう今みたいにピタッて止まった時にですね、私はこっちがリアでこっちがですねフロントなんですけれども、このブレーキを今私は癖でですねちょっとリアの方からかけちゃうんですよね。でなぜならばそれはドラム式のブレーキのバイクに一番最初キャリアのスタートに乗っていたので止まんないんですよ。だからリアからちょっとかけて後ろを沈ませてからブレーキをかけるとこね日常的にしていたのでちょっと癖なんですけれども、そういうことをしたとて、非常にですねバランスよくピタピタって止まれました。で
やっぱりこう電動バイクなので、これはモタードの人もおっしゃってましたけれども、ブレーキはかなり急激にかかります。快晴とかいう意味もあるっぽいです。なんですけれども、ギュンっていうね、この鼻がこううなずくようなですね、このブレーキのフィールはすぐ慣れますので、500メートルぐらい走ってすぐ慣れますので、これはちょっとフロントのブレーキが ABS 効くんだったかな。なのでちょっとフロントのブレーキの方が最後までこうハードブレーキをするときには、有効だし安全ではあるんですけれども、こうやってこうリアブレーキとフロントブレーキをですねバランスよく分けながらですね使うと本当にね、わかる？こんなねこんな私がベラベラ喋りながらインプレッションしながら、すいません、生意気に二輪業界の皆さん怒らないでくださいね。ただの愛好家です。いや、これは愛好家になってもいいよ、本当に。あとやっぱり二輪を離れてしまった理由としてはですね、四輪の仕事が増えてくるに従ってバイクの電装系のバッテリーが上がっちゃうので、いざ乗りたい時に乗れないっていうねこともあるんですよね。だけどこれだったらもともとその電動バイクなので、充電したい時にねしといたらメンテナンスも割とイージーっていうところもイージーっていうところにねつながっているのかなっていう感じがします。とにかく足つきがいい。あとねこの独特のルックスなんですけれども、この私身長162センチ、足がめちゃくちゃ長い方ではないですけれども、足つきが非常にいいですので、こう乗っていてですねそれも怖さを感じないんですよね。やっぱり大きいバイクの足つきの怖さっていうのは、例えばブレーキかけた時とか車速が限りなく低くなっていった時にですねバランスを崩すっていうことが一番怖い理由なんですよ。でそこがかなりですね足つきっていう問題がねクリアになれば、ちょっとハードルが低くなるところですよね。なのでこのハードルの低さを受けるんじゃないかな。やっぱりねすんごいねいいバイクをね BMW で売ってるんですって。私も実はですね今回その四輪のね、市場にこのバイクの市場がくっついていて、もうぜひって言ったんですけど、ちょっと久しぶりすぎてちょっとビビってたんですけれども、この乗る時にもうこのスタッフがめっちゃ笑顔で「いや全然簡単だから、超イージーだから全然大丈夫だよ」とか言ってこう笑顔で誘ってくれたんですよね。でそれが分かった。本当に良かった。すごい楽しかった。ちょっとこういうバイクだったら、そう今ねちょっとぐーっとこうねフロントのブレーキかけましたけれども、ロータリーを今こうパスしてますけれども、そうである程度の重量はありますので、このなんていうんですかね体重移動とかも割と楽しめるんですよ。それもこうバイクただ単にイージーなだけじゃなくて、バイクとしての機能を楽しめるっていうメリットもあるかなと思います。これは楽しいわ。音入ってることを願うわ。音なかったら後で声入れるわ。あとね、電動バイクに対する怖さのうちの一つって、こうスロットル回路がバンって立ち上がってそのトルクが出過ぎちゃったらどうしようってことなんですけども、今ですねそのフローモードっていうのに合わせているんですが、それにするとですねそんなにこう飛び出しすぎないっていうのもすごく楽ですね。なんでその電動らしいですねトルクの立ち上がりに振り回されることはなく、本当にナチュラルにですね普通にこうスロットルをですねシュルンって開けていけばいいかなっていう感じもします。これは楽しいぞ。いやこう信号待ちとかですんごい超低速に本当に時速何キロみたいな感じにね、なった時とかにしてもこうバランスのいいバイクの特徴なんですけど、多分ね左右のバランスがすごいいいと思うんですよね。でさらにモーターになるとその左右の重量バランスの味付けがつけやすいというところがあると思うんですけれども、この左右バランスがいいためにですよ、ブレーキかける寸前もう本当時速何キロみたいな感じになったとしてもですねなんていうの倒れない。どっちにも倒れない。だから信号で止まりたくない時、トロ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 って走りながらこう足つきたくない時にこうトロ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 って走りながらですね速度の回復を待つっていうような状況になったとて全然バランス崩さないです。もうこれが一番ね怖いんですよ。本当にこれが一番怖いですし、やっぱこういうところがですね、そのバイカーにとってですねちょっとこうヒヤリハッとさせるところなんですけれども、それがないね。めちゃくちゃすごく、いやーこれは楽しいわ。リターンライダーとかもすごいいいと思いますし、全体的な重量はですねやっぱり電動バイクなのでちょっとバッテリー分重いんですけれども、他のね 250cc とかのバイクに比べるとちょっとねまたがった時に重さを感じますけれども、いざ走り出すとバランスがいいから重さをあまり感じなくて済むっていうところがすごい利点だと思うので、女性ライダーもですねちょっとぜひこちら電動バイク気になっている人はですねこちらこう試してもらえるといいかなと思います。扱いやすかった。思った以上にこれで、私の体格ですらこんな扱いやすいんだから、男の人とかだとさらにね今回ですね他の国のジャーナリストの皆さんも一緒に乗ってるんですけれども、男の人とかだとシートがもうちょっと沈むんですよ、体重で。なのでもっと扱いやすくなるんじゃないかなと思います。
ベタ足ついてたもんね、おじさんたち。